火星の女、県立工女の開示、ミス黒焦げ事件、噂は噂を生んで迷宮へ。本日記事解禁。去る3月26日午前2時頃、市内大通り6丁目、県立高等女学校内、運動場の一角にある物置のあばら屋より発火し、折からの烈風に煽られ、大事に至らむとするところを、市消防署長以下の迅速なる活躍により、同あばら屋を全焼したるのみにて、校舎には何らの損害なく消し止め、一度安堵の胸をなで下ろしたことは記法の通りである。しかるにそれから間もない26日の創業に至り、その焼け跡から男女の区別さえ鑑別できない真っ黒焦げの死体が発掘されたため、またまた大騒ぎとなった事実がある。しかも該死体を大学において解剖に付した結果、20歳前後の少女の死体にして、特に腰部の燃焼十分なるような燃料を配置したる形跡あり、その結果、警察側にては式場関係の殺人放火事件と見込みをつけ、容易ならぬ事件と認め、右に関する記事の掲載を差し止め、極度の緊張裏に厳重なる調査を開始したが、事後1週間に至るも犯人は無論、当該死体の身元すら判明せず、噂は噂を生んですでに迷宮入りを伝えられ、必死の努力を続行中なる司法当局の威信さえも疑われむとする状態に立ち入っていたが、その後当局にては何らか見るところがあるらしく、今一日、突然に右記事を解禁するに至った。これは当局において、動かすべからざる重大な端緒をつかんだ証左と考えられ、したがって右事件の真相が社会に公表されるのも遠い将来ではないと信じ得べき理由がある。他殺放火の疑い十分。ただし、例の放火魔ではないらしい。右事件は依然として当局の調査続行中のため、今もなお一切を秘密に伏せられているが、事件発生直後、本社の短文誌へたるところによれば、現場、県立工女の物置あばら屋は、平勢何人も出入りせず、かつ、下記に遠隔したところなるをもって、放火の疑い十分ではあるが、校舎そのものの焼却を目的とする例の放火魔とは全然手口が違っている。かつ、現場にはガラス瓶ようなものの破片散乱せるも、同所が元来物置小屋なりしため、服毒用の瓶らとは即断しがたい。また焼死体の血液採取が不可能な結果、抗毒素、一酸化炭素等の有無も判明せず、従ってその処女なるや否や、または過失の焼死なるや否やも決定しがたい模様であるが、しかし現場の状況、及び死体の外観等より察して、他殺の疑いは依然として動かず、記法の通り、式場関係の結果、演出された悲惨事ではないかと疑われる節も多い。なお、同校は、去る3月19日以来春季休暇中のこととて、寄宿舎には残留生徒1名もなく、泊まり込みの小遣い、老夫婦、及び当夜の宿直員にも一応の取り調べは行われたけれども、怪しむべき点なく、さりとて変態性欲的な不老者が、高きコンクリート塀を巡らしたる同校校内に、郊外の少女を同伴し来るがごときは、可能性の少ない一辺の想像に過ぎず、かつ、その形跡もないことが認められている。なお、右記事の解禁後は、捜索の方針が全然一変するらしいから、あるいは意外の方向から意外の真相が暴露されるかもしれない。焼失した物置は以前の作法教室。校長は隕石謹慎中。ちなみに焼失したる県立工女のあばら屋は準2本建て、2階造りの4間で、市内唯一のわらぶき屋根として同校の運動場、弓術道場の背後、高き防火壁を巡らしたる一角にあり、かつて同校設置の際、取り壊されたる民家のうち、校長モリス氏の意見により、
同校生徒の作法稽古場として取り残されたものであるが、その後、同校の正門内に卒業生の寄付にかかる作法実習用の茶室が竣工したため、自然不要に帰し、火災直前までは物置として保存されており、会場会下には運動会用具その他、フル黒板、フルランプ、空き瓶、フルバケツ、フルトーイス等が雑然として山積されていた。その階下に死体を横たえて放火したものらしく、しかも火星が非常に猛烈であったため、腹部以下の筋肉繊維は全然黒き毛糸状に炭化して骨格に絡みつき、凄惨なる状況を呈していたという。なお、同校長、モリス冷蔵氏は熱心なるキリスト教信者で、教育事業に生涯を捧ぐため独身生活を続け、同校創立以来30年の間校長の重責に任じて一度の失態もなく、表彰状、遺棄、勲章等を受領すること枚挙にいとまわらず、全県下における模範的の名校長として黎明ある人物にして、事件当日は市内三番町の下宿にあったが、急を聞いていち早く現場に駆けつけ、ご精鋭を取り出し、教職員を指揮して重要書類を保護させ、防火に尽力せしめた沈着勇敢な態度は、人々の称賛するところとなったが、事後三番町の下宿に謹慎して何人にも面会せず、往々としてやつれ果てているので、謹厳小心な同校長の平勢を知っている人々は皆、その態度に同情している。右につき、去る3月28日、教務打ち合わせのため、同校長を訪問した同校古参女教員、虎間虎子女子は、同校長の言として、左のごとき消息を漏らしたという。目下その筋で取り調べ中のことゆえ、差し出たことは言われぬが、自分としてはこんな不思議なことはないと思う。同あばら屋は校内にあるが、午前6時以後は宿直の職員と小遣いの老夫婦以外には校門の出入りを厳重に禁止している。これは自分が特に注意しているところであるが、何者が侵入してきてあのようなことをしでかしたものであろう。自分や学校に恨みを抱くようなものの心当たりもない。無論学校関係のものとも思われぬので、実に心外千万な機械児というより他はない。万事は当局の調査によって判明することと思うが、とにもかくにもかような怪事件が校内において発生した以上、校内の取り締まりにおいてどこかに遺漏があったものと考えなければならぬ。その責任は当然自分にあるのだから、かように謹慎しているのだ。うんぬん。モリス校長失踪。消え失せた遺書と不可思議な女文字の手紙。去る3月26日、県立工女校内に発生したミス黒焦げ事件以来、謹慎の意を表して三番町の下宿に引きこもっていた名校長、モリス冷蔵氏は、新生徒入学式の前日なる昨1日夕方頃より突然に失踪したことが、公務打ち合わせのため同下宿を訪問した同校女教諭、虎間虎子女子によって発見された。気泡のごとく、モリス校長はミス黒焦げ事件以来、痛く神経を悩ましていたもののごとく、三番町の下宿に引きこもり、髭ぼうぼうとして顔色憔悴していたが、事件発生後1週間目にあたる去る31日夜、いずこよりか一通の女文字の手紙が同志宛て配達されて以来、何故か精神に異常をきたしたものらしく、同下宿の女将、渡辺澄子のもとに来たり、無言のまま涙を流してしきりに口頭し、または2階より往来へ向け放尿しつつ大笑いするなど、少しも落ち着かず、夜半に大声を上げて怒号し、あいつだ、あいつだ、黒焦げはあいつだ、火星だ、火星だ、悪魔だ、悪魔だ、などと取り留めもなきことを口走り、おかみすみ子を驚かしたよしで、その翌日の3月1日は疲労のためか終日画商して一食も取らず、どうや10時頃、
前期虎間虎子教諭が訪問した際も、依然として終章強いるものと思い、おかみすみ子が起こしに来たる夜具の中はもぬけの殻となり、枕元に破風されたる長文の女文字の手紙と並べて、虎間女子に宛てたる遺書が置かれたるを発見したるより大騒ぎとなり、県当局、警察当局、同校職員総動員のもとに同校長の行方捜索を開始したが、今朝に至るまで同校長の所在は不明で、ただ目下、同校内玄関前に建設の予定にて、党と長祖、朝倉清雲氏の手にて制作中と伝えられおりし、同校長の聖徳樹像の塵と青さびとに包まれたる聖堂経像が、白符に包まれたるまま、同下宿、モリス氏専用の押し入れ中より転がり出て、人々を驚かしたのみである。ちなみに、同校長の沈頭にあった2通の手紙は、その後混雑に紛れて何人かに持ち去られたるもののごとく、おかみすみ子、および虎間助教諭もその行方を知らず、二人とも内容を感知せざるよしにて、前期同蔵の件とともに、モリス氏の失踪に絡まる不思議の出来事として、関係者の注意を引いている。のみならず、前期モリス氏の口走りたる言葉よりをして、右2通の手紙は、あるいはミス黒焦げ事件の秘密を暴露する有力なる参考材料なりしやも計りがたく、これを囚人中止の中に持ち去りたる身辺不思議の人物こそ、ミス黒焦げ事件の有力なる嫌疑者にあらずやとの疑い、関係者間に全時高まりつつあり、万事はモリス校長の行方とともに判明すべしとて、その方の捜索に全力を挙げている模様である。なお、同校長を見知りよる駅員の言によれば、同校長らしきぼうぼうたる無謀の人物、大阪までの切符を書いて終列車に乗り込みたる形跡ありとのことにて、その方面にも手配が行われているよし。県立工場、めちゃめちゃ。モリス校長、発狂。虎間助教諭、医師。河村書記、大金解体。黒焦げ事件の余波か。大阪電話。昨報失踪したる県立高等女学校長、モリス冷蔵氏は、失踪後、大阪に向かいたる形跡ある旨。本市のいち早く報道したるところなるが、華前同校長は昨3日早朝、大阪市北区中之島付近の往来に、泥濡れの乱れたるフロック姿を現し、出会う人ごとに、火星の女は知りませんか？ミス黒焦げが来てはおりませんか？天川歌江はどこにおりますか？何もかも皆嘘です。事実無根の中傷です。中傷です。なぞと、あらぬことのみ口走り降りたるを、ひとまず中之島署に保護し、当市警察に紹介しきたるをもって、開校間際の多忙を極めおりし教頭、小早川教諭は、11時の列車にてとりあえず大阪に急行した。しかるに同教諭出発後、教頭次席、山口教諭指揮のもとに引き続き、開校準備に忙殺されるうち、同校職員便所において、同校古参女教諭、虎間虎子、42が、医師しおることが、掃除に行きし小遣いに発見されて、一同を狼狽させおるうち、同じく開校準備のため出勤しおるし、同校初期にして、モリス校長と共に30年来、同校の名物となりおりし、セムシ男、河村秀明、51が、同様に、いつの間にか姿を消していることが、出張の警官により気づかれたので、念のため取り調べてみると、意外にも同校の金庫中に保管してあった、モリス校長の銅像建設費5004円、及び、交友会費820円の通帳が紛失しおり、預金先、官業銀行に問い合わせたるところ、正午近き頃、河村書記が同銀行に来たり、右預金のほとんど全額を引き出し、壮行たる態度で立ち去りたる旨判明。
なお市外10軒家に居住しおりし、同人妻、春、47、も家財を遺棄し、旅装を整え、相携えて行方をくらましたる形跡ある旨、次から次に判明したるより、騒ぎは一層輪に輪をかけて大きくなり、同校全職員の尋問、取り調べが開始され、同校の授業開始は当分困難と認められる状態に立ち至った。ちなみに医師した虎間助教諭と逃亡した河村書記とは、平勢よりモリス校長を神のごとく崇拝しており、二人とも同校長の行方を最も真剣に気にかけていた由であるから、この際最も喜んで安心すべきであるのに、同校長の行方判明と聞くや否や、互いにかかる矛盾したる行動に出でたことは、重ね重ねの機会ごとというべく、何らか裏面に重大なる秘密の複在せるを想像し得べき理由がある。なお発狂せるモリス校長が、大阪にて口走りたる天川歌江という女性は、同校の今年度卒業生にして、運動競技の名手であったが、かねてより火星さんというあだ名あり、卒業後間もなく大阪の某新聞社に就職しおりたるものにて、モリス校長は発狂後、同女の行方を尋ねつつ、同地方に行きたるものらしく、したがってミス黒焦げ事件と天川歌江とは、何らか密接の関係あるやも計りがたく、目下当局においても慎重に調査中である。モリス校長の帽子、十字架上に、持ち主不明の花かんざしとともに市内天守教会にて発見さる。前久しに残る疑問の歯型。県立高等女学校は気泡のごとく、去る3月26日の開花以来、ミス黒焦げ、校長の失踪、同発狂、虎間助教諭の医師、河村書記の大金解体等の怪事件を連続的に着記し、まだ開花の正体さえ判明せざるうちに、同校と県、警察当局とを未曾有の混迷の渦巻きに巻き込んでいるが、さらにまた、最近に前期モリス校長の新興岡崎市天守教会内にて、異想外の怪事件を派生し、関係者一同を一層の混迷に陥れている。今5日午前10時頃、市内海岸通り2丁目、41番地、四角、天守教会にては、日曜日のこととて、平常のごとく信者の参集を待ち、祈祷会を開催すべく、礼拝堂正面の祭壇の扉を開きたるに、正面祭壇の中央に安置されたる銀の十字架上に、見慣れぬ黒の山高帽と、赤き小米桜に銀のビラビラを垂らしたる花かんざしが引っ掛けあるを発見し、大いに驚きて取り下ろし検査したるに、外山高帽子の内側の署名により、同教会の特進者、モリス校長の所持品なること判明。なお、花かんざしの所有者は、目下のところ不明なるも、そのまま山高帽子とともに、付近派出所を経て警察署に届け出たので、警察にては緊張しおりし折柄とて、捨て置きがたしとなし、時を移さず同教会に出張し、参集者の出入りを禁じて、厳重なる調査を遂げたるに、同教会、礼拝堂の内部に怪しむべき点一箇所もなく、同日、同礼拝堂に一番最初に、9時頃、入り浸りたる信者某女も、最初より祭壇の扉に接近したるものを認めなかったというので、手を虚しくして引き上げた。しかるに右、山高帽を警察署に持ち帰り、詳細にわたりて調査したるに、前久しにしっかりと噛み締めたる門士と剣士の痕跡あり、しかもそれは極めて強健なる少年の歯型なることが、専門家の意見により確定したので、またも新しいセンセーションを巻き起こすこととなった。すなわち推定されたる教会侵入の怪少年が、果たして県立工女校の開花事件以後の各種の機会ごとと連鎖的な関係を持っているものとすれば、虎間助教諭の医師、河村セムシ書記の逃亡以来、右二人を前期各種事件の黒幕的人物にあらずやと疑いおりし人々も、ここにおいて推定の根拠を失いたるわけにて、
そのいずれが真なるやを考察するは全然不可能なるもののごとく、関係当事者一同はまたもや五里夢中に放り出された状態に陥っている。以外、黒焦げ犯人は、県私学の令嬢。母と共に行方をくらます。父私学官は隕石覚悟。作法、市内海岸通り、天主教会内の帽子、花かんざし事件以来、警察当局にては、気泡ミス黒焦げ事件に対する有力なる探査のヒントを得たるらしく、当時、最初に同教会内に入り浸りたる某女こと、殿宮愛子、19という少女を同教会内別室に伴い、厳重なる取り調べを行いたる模様なるが、右取り調べ続行の都合上、同午後3時頃、前期愛子に一応帰宅を許したるに、同女は大胆にも厳重なる監視の目をくぐりつつ、重病に伏し降りたる母親を伴い、一通の遺書用のものを同女の父、殿宮愛四郎氏宛てに残して、いずくかへ姿をくらましてしまった。この重大なる失態について、警察当局は何故か口を冠して一言も漏らさず、かつ、捜索の手配をした模様もないのは、返す返すも機械千番のことと言うべきであるが、人も知るごとく、同女の父、殿宮愛四郎氏は、本県の私学官にして、現中央政界の大御所とも言うべき大勲位、公爵、殿宮忠純老元帥の着尊にあたっているが、意外の悲劇に直面して悲嘆に暮れつつも、外、遺書内容の重大性に鑑み、家門の名誉のため、隕石辞職の決心せる旨、王鵬の記者に語った。なんとも申し訳ありません。しかし娘が殺人放火なぞいう大それた罪を犯し得ようとは、どうしても思われません。火星の女こと、天川歌江と、娘の愛子が、県立工女在校中、無二の親友であったというようなお話も、ただいま初めて受けたまわったくらいのことです。無論二人の間に恋の遺恨なぞいうような、忌まわしい事実があったかどうか、思い当たる節もありませんので、ただ驚いているばかりです。その筋の注意もあることですし、娘の将来の幸福のためにも、かようなことはなるべく世間に発表したくありませんから、どうぞここまでのお話のつもりでご聴取を願います。何故に母だけを同伴して家出しましたが、そのような原因も目下のところ不明です。今日まで何らの秘密も風波もなく暮らしてきました妻子に、突然に思いがけなく捨てられた私は、ただ途方に暮れるばかりです。妻の留も、娘の愛子も、相当の蓄えを持っているはずですから、当分の生活には困らないでしょう。どこに参りましたか、心当たりは全くございません。無論私は引責いたしたい考えでおりますが、しかし、これとても正式に発表されるまでは、やはりこの談話と一緒にご内聞に願います。うんぬん。なお、令嬢愛子の遺書の内容は左の通りである。お父様、長々お世話になりました。お母様と愛子は、お父様にこの上のご迷惑をおかけ申したくございませんために、そうしてこの上にお母様を悲しませて、ご病気を重くいたしたくございませんために、今日限りおいとまをいたします。謹んで今日までのご恩を御礼申します。母校の出来事の全部は、私の至らなかった責任でございます。焼死された方は天川歌江さんで、自殺に相違ございませんことを私が保証いたします。私が今少し早く天川歌江さんの自殺の決心に気づいておりましたならば、今度のようなことは一つも起こらないで済みましたものを、残念なことをいたしました。なお本日、
モリス校長先生のお帽子と、どこかの舞妓さんの花かんざしを十字架にかけましたものが、私に相違ございませんことは、その理由と一緒に警官の方に白状いたしておきました。なお警官の方は、お父様のことについて思いがけないことをいろいろとお尋ねになりましたが、何も存じませんからお答えせずにおきました。警官の方は、自殺されました天川歌江さんの投書によって、お父様の理面のご生活を詳しくご存知の様子ですから、ご参考のために申し添えておきます。しかし私は決して自殺などいたしません。どこかでお母様のご病気が十分にお治りになるまで、安静にご介抱を申し上げたいばっかりに家出いたしたのでございますから、この上ともに、私どもの行方を決してお探しくださいませんように。なお、私がかような奇怪な行動をとりました理由も、申すまでもなく、決してお探りになりませんように、幾重にもお願いいたします。その方がお父様にも私にも幸福と思いますから。どうぞ、お体をお大切に。愛子、お父様。ちなみに右、殿宮愛子は県立工女在学中、同校の明星と呼ばれた美人で、成績抜群の名誉を担っていた才媛である。モリス校長先生、火星の女より。私は嬉しくてしようがありません。こうして校長先生に復讐することができるのですから。私が本当に火星の女でしたら、それこそ天の上まで飛び上がって喜ぶかもしれません。私の死体は多分、誰ともわからない真っ黒焦げになって発見されるでしょう。そうして新聞に大騒ぎをして書かれるでしょう。私は、私のお友達に頼みました。私がこの手紙を書き始めました24日の午後から、きっちり1週間目の31日の夕方に、この手紙を速達で校長先生のところへ出してちょうだいね。と、そうして校長先生が私の黒焦げ死体をご覧になっても、そうしてこの手紙をお読みになっても反省なさらずに知らん顔をなすったり、平気でごまかしていこうとしたりなさるご模様があったら、念のために書いておきました他の一通を警察署へ出していただきます。そうして、それでもこの事件の真相が世間へ発表されず、校長先生と棒を組んで、浅ましい恥知らずなことをしておられる方々が、校長先生とご一緒に、この事件を暗闇から暗闇に葬ろうとしておいでになるご模様がわかりましたならば、そんな関係と新聞記事を封じ込んだ、これと同じもう一通のコピーを抜からないようにある方面へ回して、ずっと遅れてから発表してくださるようにお願いしてあるのです。私の黒焦げ死体にまつわる校長先生の責任をどこまでも明らかにする手順がちゃんとついているのです。その私のお友達の方は頭のいい、決心の強いお方ですから、この最後の一通を抑えられるようなヘマなことは決してなさらないでしょう。私は私の一生涯を無駄に黒焦げにしたくはございません。私は校長先生とご一緒に腐敗、堕落しております現代の自分勝手な利己主義一点張りの男性の方々に一つの頓服薬として火星の女の黒焼きを一服ずつ差し上げたいのです。黒焼き流行の折柄ですからまんざら効き目のないことはございますまい。火星の女の黒焼き、なんと珍しいお薬ではございませんか。もしかするとエジプトのミイラの一片よりも高価なものではございますまいか。召し上がったお心持ちはいかがでございますか。定めし生々なすって、お心の隅から隅までスーッとなすったことでございましょう。ほっ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 ほ。ほっ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 ほ。その私、黒焦げになった火星の女の復讐を、こうして手伝ってくださる私の親友がどなたかというようなことはお考えにならない方がいいでしょう。万一それがお分かりになっても、ただびっくりなさるばかりで手の出しようがないので、
お困りになるだけのことでしょう。その方は、私のような通りがかりの出来事で先生を恨んでおいでになるのではございません。その方は、肺病でお眠になっておられる実のお母様と、校長先生に誘惑されて無情な放蕩ばかりしておいでになる義理のお父様に仕えながら、そんな事情を世間へ漏らさないために、女中も置かないで黙って楽しそうに立ち働いておいでになる、世にも珍しい親孝行なお方です。そうして、その方のお母様をそんな運命に陥れた悪魔を、いつも心探しに探しておられた方です。ですからその方は、私からその悪魔の名前をお聞きになるとすぐにお母様の仇を取りたい、義理のお父様の隠れ遊びをお諌めになりたいばっかりに、私の頼みを無条件で引き受けてくださったのです。言葉を変えて申しますと、そのお母様のお心がお優しいために、その方は校長先生に対して思い切った手段を取ることがおできにならないのです。ですから私がその方の代わりに黒焦げになってあげた、みたいなわけなのです。お分かりになりまして、私の黒焦げの意味が。いいえ、校長先生に対する私たちの恨みは、私たち二人が二人とも黒焦げになってしまっても、まだまだ飽き足りないでしょう。お分かりになりまして、こうして私の復讐を手伝ってくださる方がどんな方だか。うぬぼれの強い校長先生は、まだご自分の知恵を固く信じておいでになるかもしれません。その方がそんなにまで深く先生を恨んでおいでになることなど、まだお気づきにならないかもしれませんが、それでもこの手紙をご覧になっておいでになるうちには、だんだんとお分かりになるでしょう。繰り返して申します。校長先生は、ただ黙って黒焦げ少女の復讐をお受けになるほかはないのです。それが目に見えぬ正義の制裁とおぼしめして、黒焦げ少女の要求通りに、ご自分の罪を正直に発表して、社会からこっそり姿をお消しになるより他に方法はありませんことを覚悟していただきます。ですけどもこの手紙を書いております私、黒焦げ少女の正体が何者かということは、もはやお察しになっておりましょう。そうしてあの気の弱い、涙もろい火星の女が、どうしてこんな恐ろしい無茶なことをするのだろうと思って、震え上がっておいでになるでしょう。モリス校長先生。先生は私の恩師です。男性の年長者です。早くから奥様とお子さんをお亡くしになってから、熱心なキリスト教信者となって、教育事業に生涯を捧げると言っておられる立派なお方です。そうして世間から教育家の模範と言われて、たびたび表彰を受けておいでになる素敵に偉いお方なのです。そのようなお方に、たとえどのような迫害を受けましょうとも、復讐をしようなどと企むのは正しいことでないと思う方があるかもしれません。けれどもモリス先生、私は先生がお名付けになった通り、火星の女です。普通の女とは違います。ですから人間世界の男性の横暴、男性にだけ許されている悪徳に、一つ思い切った反逆をしてみせて、世間の人をびっくりさせてみたくなったのです。女性のための五一五事件を起こして、この世界が男性のためばかりの世界でないことを思い知らせてみたくなったのです。ことに先生のような男性の悪徳の代表者みたいな方が、模範教育家として、1000人に近い若い女性を指導していかれるというようなことは、日本に生まれた私にとって、とてもこらえられないことなのです。私がどんな生い立ちの、どんな思想を持った女だったか、校長先生はご存知でしたかしら。校長先生のお手がちょっと私に触れましただけで、間もなく黒焦げになって校長先生を呪わなければならなくなった私の深刻な運命のお話をお聞きになりましても、校長先生は本当に心からびっくりなさいますかしら。ご自分たち、男性にだけご都合のいい道徳観念と、そんなような常識ばかりを発達させておられる日本の男性の方に、火星の女の使命がお分かりになりますかしら。でも私は説明しなければなりません。
さもないと私のいたしましたことを、つまらない感情の爆発から来た、一時的のお芝居ぐらいに思って軽蔑なさるといけませんから。私の黒焦げ死体の呪いが、どんなに真剣な気持ちのものですか。私たちの恨みの内容が、どんなに深刻な、残虐無道な校長先生のなさり方に対する反抗であるかを、この手紙で証明しなければなりません。火星の女の名誉のために、そうして黒焦げ少女の誓いのために。私は小さい時からのっぽと呼ばれておりました。今の母が産みました腹違いの妹が2人ありますが、2人とも普通の背格好の女ですのに、どうして私ばかりがこんな体に生まれつきましたのか、不思議でなりません。もっとも実父の話によりますと、私が生まれました当時は、600名あるかなしの、普通よりもずっと小さな、月足らず見たような虚弱な赤ん坊だったと申しますが、それが5つ6つの頃からぐんぐん伸び始めました。初めて小学校へ入りました時に、チャップリンヒゲの受け持ちの先生が私を見て思わず、おお、大きいなぁ、と笑われましたが、私は子供ながらそのチャップリンヒゲの先生の笑い顔に一種の恥辱を感じました。私自身について恥辱を感じましたのは、この時が初めてだったと思います。私はそれから後、いろいろな意味でこうした恥辱を受け続けてまいりました。その小学校の校長先生も、私を初めて見られた時に同じような、それでも気の毒そうな笑い顔をされました。そうして私の名前をすぐに覚えられました。それから後、ちょっと来られた私学館の方も、すぐに私の名前を記憶していかれたようですが、それは私の成績が、作文と、習字と、図画と、体操を除いては、級の中で一番ビリだったせいばかりではなかったように思います。私の名前は、すぐに全校の生徒に知れ渡りました。のっぽの天川歌えんぼ、はしごをかけて、神言うて、と、上級の男生徒が遠くから笑ったりしました。私は気の弱い子でしたから、最初のうちは泣いて学校に行かないと申しましたが、そのうちにだんだん慣れてきて、どんなにひどいことを言われても、寂しく笑って振り返ることができるようになりました。私が一番モテたのは運動会の時でした。私は2年生ぐらいの時から6年の男子の中の一番速い生徒でも任すくらい走れましたので、後世恐るべしという表題と一緒に私の写真が新聞に出たこともありますが、その真夏の太陽の下で撮られた私のしかめ顔がまたあんまりおかしいと言って、私の両親までが腹を抱えて笑いましたので、私は2、3日、鏡ばかり見てはこっそり泣き泣きいたしましたが、あの時の情けなかった私の思い出を話しましても、どなたが同情してくださいましたでしょう。もう一度腹を抱えてお笑いになるばかりだったでしょう。私はまだ物心つかないうちから、人に笑われるために生まれてきた、醜い、のっぽの私自身を知り尽くさなければならなかったのでした。私が尋常6年頃から新体詩や小説を読みふけるようになったのは、そんな悲しさや寂しさが積もり積もったせいではなかったかと思います。つまり私は皆様のおかげで、人並み外れて早くから寂しい一人ぽっちの文学少女になってしまったのでしょう。県立女学校に入ってからは、そんなに露骨な侮辱を受けませんでした。けれどもそこにはもっともっと深刻な恥辱と嫌悪が私を待っておりました。同級のうちでも私と正反対に一番美しい、一番よくできる、あるたった一人を除いた他の人々は、先生も同級の人たちもみんな私に優しい言葉一つかけてくださいませんでした。みんな妙に私から遠くに離れて、奇妙な冷たい笑い顔をして私を見ておられるように感じました。ご自分たちのご器量と
学校の成績ばかりを一生懸命に争っておいでになる方には、私がなんとなく劣等な片輪物のように思われたのでしょう。私とお話しなさるのを一種の恥辱かなんぞのように考えておられるようでしたが、それでも対抗のテニス、バレーボール、ランニングなどが近づいてきますと、先生も級友も上級の生徒さんまでもが皆私の周りに寄ってたかってちやほやされるのでした。私を神様かなんぞのように大切にかけて、生卵や果物などを特別にたくさん下すってご機嫌を取りながら、いやおうなしに競技に引っ張り出されるのでした。私がのっぽの醜い姿を恥ずかしがっている気持ちなんかちっとも察せずに、あなたは全校の名誉です、とかなんとか繰り返し言われるのでした。けれどもその競技が済んだあくる日になりますと、もはや誰一人、私を見向いてくださらないのでした。私という生徒がいたことすらも忘れておられるかのように遠のいてしまわれるのでした。私が他校の選手と戦ってぐんぐん相手を圧倒したり、引き離したりしていきますときに、手を叩いて狂気される先生や生徒さんたちの声からまでも、たまらないほどの侮辱を感ずるようになってきました。私は便所の中で下級生の人たちがこんな会話をしているのを聞きました。すごいわね、家政さん。まあ、誰のこと？家政さんって。あら、ご存じないの？天川歌江さんのことよ。あれは火星から来た女だ。だから世界中のどんな選手が来たって勝てるはずはないんだって、校長先生がおっしゃったのよ。だからみんな、この間から火星さん言ってんのよ。まあ、ひどい校長先生。でも、うまいあだ名だわね。天川さんのあのグロテスクな感じがよく出てるわ。それでも気の弱い私はまたも騙されたり持ち上げられたりして、年に何度かの競技に引っ張り出されるのでした。心の内にある冷たい空気を感じながら、学校の運動場のずっと向こうの高い防火壁に囲まれた片隅に、物置小屋になっているあばら屋があります。元は学校の作法教室だったそうですが、今では壁も瓦も落ちて、ペンペン草がいっぱいに生えて、柱も階段もシロアリに食われて、畳が落とし穴みたいにブクブクになっております。私は家業の休みの時間になりますと、よく便所の後ろから弓の道場の板囲いの影に隠れて、あのあばら屋の2階に上がりました。あそこに置いてあるボロボロの塔の安楽椅子に身を横たえて、上半分骨ばかりになった雨戸越しに、防火壁の上の青い青い空をじっと眺めるのを一つの楽しみのようにしておりました。そうして私の心の奥底に横たわっている大きな大きな冷たい冷たい空虚と、その青空の向こうにある限りも果てしもない空虚とを見比べて、いろいろなことを考えるのが習慣のようになっておりました。それも最初は自分の片輪じみた大きな姿を運動場にさらしたくない気持ちからそうしたのでしたが、後にはそれが誰にも話すことのできない私の秘密の楽しみになってしまいました。私の心の底の底の空虚と、青空の向こうの向こうの空虚とは、全く同じものだということを次第次第に強く感じてきました。そうして死ぬるなんていうことは何でもないことのように思われてくるのでした。宇宙を流るる大きな虚無、時間と空間の他には何もない生命の流れを私はしみじみと胸に感ずるような女になってきました。私の生まれ故郷はあの大空の向こうにある音もかもない虚無世界に違いないことを私ははっきりと悟ってきました。大勢の人々はその時間と空間の大きな大きな虚無の中で飛んだり跳ねたり泣いたり笑ったりしておられるのです。同窓の少女たちはめいめいに好き勝手に雑誌や書物や活動のビラ見たようなものを持ち回って美しい化粧法や
編み物や、またはいろいろなロマンチックな夢なんぞに憧れておられます。甘いものに集まるアリのように、または花を探し回る蝶のように幸福に、楽しそうに。私にはそんなものがすっかり無意味に見えてきました。私の心の内の虚無の流れと宇宙の虚無の流れが次第次第にしっくりとしてきました。そうして私は放課後、日の暮れるまでも、あのあばら屋のボロボロの遠椅子の上に体を伸ばして、なんとなくにじみ出てくる寂しい寂しい涙で、私自身を慰めるのが何よりの楽しみになってきました。けれども、そうした私の秘密の楽しみは、間もなく大変なことで妨げられるようになりました。あの半分腐れかかって、倒れかかって、いろいろなガラクタと、シロアリと、埃でいっぱいになっているあばら屋は、ちょうどあの海岸通りの近くにすっくりと立っている赤レンガの天守教会が校長先生のいろいろな美徳のホームでありましたように、ずっと以前から校長先生のいろいろな悪徳の巣になっているのでした。校長先生が模範教育家としての体面をあらゆる方面に保たれながら、その裏面にいろいろなお金や女性たちに対して、想像も及ばない悪知恵を働かしておいでになるためには、あのあばら屋がぜひとも必要なのでした。ですから校長先生は、どうしてもあのあばら屋を取り壊すことをお好みにならなかったのでしょう。わら屋根は防火上危険だから、と言って、警察からやかましく言ってきても、物置の建築費がないからと言って、県の当局の方を長いことお困らせになったのでしょう。そんな因縁の深い悪徳の巣の中とは夢にも知らないで、毎日毎日収容に来ておりました私の愚かさ。その私のグラグラの遠い巣の下から間もなく、どんな悪魔の羽ばたきが聞こえてきましたことか。そうしてその悪魔の羽ばたきは私を、逃げようにも逃げられないこの世の地獄の中へ、どんなに無慈悲に叩き落としていきましたことか。こんなに黒焦げになってでも生産しなければ生産しきれないほどの責め苦の中へ、私を追い込んでいきましたことか。その羽ばたきの主は、真っ黒い毛だらけの熊見たような校長先生と、目も口もない真っ白な頭を今一つ背中に取り付けておられる河村書記さん。それから今一人、後から出ておいでになる虎間虎子先生。ヨークシャー豚のような醜いデブちゃん。私たちの英語の先生。この三人があのあばら屋に人知れず救っていた悪魔なのでした。あのあばら屋の2階を私が大切な瞑想の道場としていることを夢にもご存じない校長先生と、セムシの老人の河村書記さんとは、いつも学期末の近づいた放課後になると、職員便所の横のカンナの墓毛から、通行禁止の弓道場の板囲いの影伝いに仲良く連れ立って、こっそりと入って来られるのでした。そうして私の寝ている遠い椅子のすぐ真下の八畳敷きのゴミくたの中に座って、いろいろなことをご相談なさるのでした。あんまりたびたび校内に居残って書記さんと密談なんかなさると、居残りや宿直の先生たちに妙な意味で咎められるかもしれないし、学校の外でも世間の人目がうるさいといったようなデリケートな教育家の立場をよくご存知の校長先生にとって、あの廃屋は何という便利この上もない密談の場所でしたろう。2階と違って階下は、破れたなりにガラス戸と雨戸が二重に閉まっているのですから、少しくらい大きな声でもめったに外へ漏れませんが、その代わりに、大抵のひそひそ話でも、2階で息を殺している私の耳へ、筒抜けに聞こえてくるのでした。そうしてそのお話というのは、大抵、交友会費に関係したことばかりで、お二人でそのごまかし方を熱心に研究なさるのでした。私は学校のグランドピアノが3500円と帳面についているのに、本当は中古の500円であることを聞きました。卒業生の寄付でできた正門の横の作法室の建物や備え付け品が、表向きは1万2000円となっているのに、
内実は7000何百円とかで済んでいる入り割りも分かりました。それから校長先生が交友会費を流用して川村さんの弟さんの名前で現物という相場をなすってお金を儲けて瀬虫の川村さんと山分けにしていられるようなお話も聞きました。それからその現物のお金にお困りになった後始末のために校長先生はかねてから準備しておられた世にも奇妙な金儲けの方法を川村さんにお打ち明けになるのをちゃんと聞いてしまいました。もちろんそれは校長先生が川村さんから突っ込まれて白状なすったことですが、校長先生はかねてから校長先生の人格をこの上もなく崇拝しておられる熱烈なキリスト教信者で、私たち5年生の英語を教えておられたトラマトラコ先生に言い含めて、校長先生の銅像を立ててはどうかと定義をさせになりました。そうして全職員先生のご賛成のもとに、全国に散らばっている卒業生たちや在校生の家庭から寄付をお集めになりましたところが、それが大変な反響を呼びまして、すでに5000円余りのお金が川村書記さんの手元に集まっているのでした。ですから有志の人たちは申すまでもなく今一息奮発して校長先生の銅像を立像にしたいというご希望でしたが、校長先生はなぜかわかりませんけれども立像を非常にお嫌いになりまして、私は銅像でたくさんである、私は元来銅像を建てられるような人物でない、立像などとはもってのほかであると大変な剣幕で固く主張されましたので、中に挟まった川村書記さんは大層お困りになっているのでした。けれども校長先生がその立像をお嫌いになる本当の理由を聞いてみますと、また世にも馬鹿らしい内幕なのでした。校長先生の胸像はもう2、3年前にちゃんと出来上がって、校長先生のお宿の押し入れの片隅に白い切れに包まれたまま、埃と緑青だらけになって転がっているのでした。その背中の下の方には、現在の帝室技芸員で、定点の審査員として日本一の有名な彫塑家、朝倉星雲氏の名前がはっきりと彫り込んであるのでした。すばしこい川村書記さんは、どうかしてそのことを探り出されたのでしょう。何かのついでにこっそりと上京して、朝倉星雲先生にお目にかかって、その彫塑の由来をお尋ねになると、何もご存じない星雲先生は、あっさりとお答えになったそうです。あれですか。あれは私がモリス先生へのご恩返しの一端にもと思って作ったものです。先般3年ばかり前でしたが、ある温泉場からモリス先生のお手紙が来まして、頼みたい仕事があるから来てくれという文面でしたから、早速行ってみますと、自分の胸像を作ってくれとのお頼みです。モリス先生は私の母方の叔父で、私が中学を出るまで学費を出してくださった大恩人ですから、何状嫌を申しましょう。早速その温泉場付近の瓦焼き場から理想的な土を取ってきて、1週間ばかりで胸像を作り上げ、薬品店にあるだけの石膏を買い集めて型を取りまして、東京に持ち帰り、自分で監督して鋳造させまして、そのままどこの展覧会へも出さずに、直接にモリス先生のお手元へ送り届けたものですが、そうですか。それではまだ立たずにいるのですか。そうですか。いや、失礼ですが、謝礼などは一文も頂戴しようとは思っておりません。モリス先生のような徳望の高いお方の姿を、私のような者の手で故郷に残す機会を得ましたことは、実に願ってもない名誉です。万一それが御校の校庭に座るような場合に、土台工事とか大石とかの仕事についてご用がありましたならば、どうぞご遠慮なく私にお知らせを願います。決してご迷惑はかけませんから、私が自費でお伺いして、玉垣とか
植え込みの具合とかいうものをできるだけご経済になるように指図させていただきたいと思います。職人任せにいたしますと、銅像との写りが悪くなって何もかもぶち壊しになる恐れがありますから。これは瀬虫の川村さんが星雲先生の口真似をなすったのを、私がまた口真似をいたしたお話ですが、この話を聞いた川村書記さんは、校長先生の腕前のすごいのに今更のように感心してしまわれました。そうして案外に寄付が集まりすぎたおかげで、銅像が立像になりそうになってきたので、すっかり面食って弱っておられる校長先生の味方になる決心をされました。この頃では相当の人の手にかけて銅像を建てるとなると、胸像一つでも5000円や1万円はかかる。立像になれば2、3万円ぐらいは費用を見積もらなければならないこと。だから胸像だけでもまだまだ寄付金額が足りない。といったようなことなどをこそこそと説明して回って、とうとう立像説を抱きし、もう出来上がっている胸像を使って、集まっている5000何百円の大部分を2人で山分けにする計画を完成して、校長先生をほっとおさせになったのでした。その挙句に、川村さんはあのあばら屋の中でこう言われました。そこで、来る3月の22日に、今度の卒業生の謝恩会があります。その時に優等生に代表させて、寄付金の金額を先生に捧げさせます。そこでその金を今一度私にお預けになって、銅像建設に関する一切の事務を川村書記に任せると一言おっしゃってください。そこで私が壇上に上がって、ちょうど有名な朝倉星雲先生が郷土の出身だから、制作型をお頼みすることにした。星雲先生は喜んで引き受けられたから、遠からず出来上がってくるはずとかなんとか報告して拍手させてしまえばもうこっちのもんです。細工は隆々、仕上げをご老示です。しかし私があのあばら屋の中で聞いたお話は、そんなような仲の良いお話ばかりではありませんでした。時にはお二人ともかなり強い声で言い争われたことが2度や3度ではありませんでした。そうしてそのおかげで前に書きましたような、この学校のいろいろな秘密がだんだんと分かってきたのですが、しかしその挙句はいつも校長先生の方が折れて仲直りをなさるのでした。よしよし、よう分かった。帳面の責任は結局、君一人の責任になるわけだからね。無理は言わんよ。いや、分かった分かった。分かったよ。それじゃあ、これから二人で仲直りに面白いところへ行こうか。あの温泉ホテルの3階なら誰にも見つからないぜ、君。いや、もう今日は遅いですから、もっと近いところにしましょうや。なーに、タクシーで飛ばせばわけはないよ。近いところはお互いの顔を知っとるからいかん。温泉ホテルの3階がええ。君はあの子を連れてきたまえ。自由に享楽のできる素敵なところだぜ。知事や禁止学も内々でちょいちょい来るよ。我が輩の新発見なんだ。へえ、そんなに贅沢なところですか。贅沢にも何にもすっかり南洋式になっている享楽の豪華版なんだ。感情は受け持つから、ぜひ彼女を引っ張ってきたまえ。へえ、恐れ入ります。いや、彼女は面白いよ。だいぶ変わっているよ。僕も今夜はもっと若いのを連れて行く。というようなお話も何かの因縁のように不思議と私の耳の底に残っておりました。そのようなお話を取り集めて考えてみますと、校長先生はご自分の名誉と地位を利用して学校をお金儲けの道具に使っておいでになるのでした。そうしてそんなようなお金を使ってどっか秘密の場所でお友達を集めて遊んでおいでになるのでした。けれども私はちっとも驚きませんでした。私は涙もろい気の弱い女のくせに、そんな恐ろしい
浅ましいお話を聞くのが面白くてしようがないのでした。そうして、とうとうたまらない好奇心に駆られました私は、そんなお話を聞いた後に、2、3度学校の帰りに温泉鉄道に乗って、温泉ホテルを見に行ってきました。どんな人が来て、どんなことをするところか、すっかり見定めてきましたが、そんなことを見たり聞いたりするのがまた何よりの修養になるのでした。つまり、そんな風にどこどこまでも浅ましい世間の様子が分かってまいりますうちに、私の心の内に広がっております虚無の流れが、いよいよはっきり鏡のように澄み渡ってくるのでした。私は世間に対してこの上もなくしっかりと強くなってきました。どんなに笑われても軽蔑されても、私は平気で微笑し返すことができるようになりました。世間の人々が、この地球全体までが大きな虚無のうちに産みつけられておる小さな虫の群れに見えてきました。そうして、そんな虚無の中で平気で悪いことをする虫ならば、こちらも平気でひねりつぶしてやっても構わないような気持ちになってきました。女新聞記者になったら面白かろう。謎と空想したのもその自分のことでした。虚無なんてことを考える女は、女として値打ちのない女でしょうか。同窓の人たちは皆私を火星の女とか男女とかあだ名をつけておられたようです。なんだか私の顔を見るたんびに気味悪そうにため息を吐いておられるようでした。ご自分たちが私のような女に生まれなかったことを安心しておられたようにも思えましたが、違っておりましたでしょうか。私の両親も私の顔を見るたんびにため息ばかりついておりました。親としての興味を全くなくしたような絶望的な目で私を見ておりましたが、そんな気持ちも私は察しすぎるくらい察しておりました。忘れもしません。今年の3月17日、私たちの卒業式のあった日の午後のことでした。私は式から帰ってきて、制服を普段着に脱ぎ替えております間に、茶の間で話しております両親の言葉を聞くともなく聞いてしまいました。あれが片付かんと妹二人を縁づけるわけにいかんからの。そうですね。いっそのこと病気にでもなって死んででもくれればほっとするのですが、あれ一人は一度も病気もしませんし。あいにくなもんじゃ。片輪なら片輪でまた他の分別もあるがの。こんな会話を聞きました時の私の気持ち、世間的には随分気の強い女になったつもりでおりながらも、内心ではまだありとあらゆる愛情というものに焦げつくほどの執着を持っておりました私が、人間としての最後の愛からまでも見放されておることをはっきりと知りました時の私のたまらなさ、そうした会話の中に満ち満ちているある冷たい憎しみが、親としての愛情の変形に過ぎないことは十分に分かっていながらも、自殺するより他に行く道のない立場に置かれている私自身を暗示された時の私の悲しみ、いつまでも火星の女では済ましていかれない絶体絶命の私の立場。それでも気が弱くて、とても自殺なんかできそうにない女の切ない悲しみが男性の方にお分かりになりましょうか。私はこの果てしもない空虚の中に身を置くところがなくなったのです。私はただいまのような両親の話を漏れ聞きました夕方、ご飯をいただきますと、間もなくお友達と活動を見に行くと申しまして、お母様から買っていただいたまま、まだ一度も袖を通したことのない名線のバカバカしいくらい派手な表現派模様の合わせを着まして、妹たちに気づかれないようにそっと家を抜け出しました。学校の裏門の横の空き地にあるポプラの木の陰からコンクリートの塀を乗り越えて校庭の便所の陰に飛び降りました。それくらいのことは私にとって何でもなかったのです。私はそれから久しぶりに今一度あのあばら屋の2階の塔椅子の上にゆっくりと袖を重ねて、あの懐かしい寂しい空を眺めながら静かな虚無の思い出に立ち返りましょうと思って、新しいフェルト草履を気にしいし、人影のない
星ばかり大きい校庭の夕闇の中をあのあばら屋に近づいたのです。そうしてあの開花の土間の暗闇の中にそっと片足を入れたのです。その暗闇の中から突然に出てきた毛むくじゃらの男の両腕に私はしっかりと抱きしめられてしまったのでした。そうして思いもかけない切ない愛の言葉を生まれて初めて囁かれたのでした。よく来てくださいました。ありがとうございます。本当によく来てくださいました。この独り者の哀れな年寄りの悩みを救ってくださるのはあなたお一人です。あなたなしには私は生きていけなくなったのです。どうぞこの独り者の寂しい教育家を憐れんでください。ねえ、ねえ。お互いにたった一人の寂しい気持ちは分かり合っておるのですから。ねえ、ねえ、ねえ。そのお声が、そのお言葉が、確かに校長先生のそれと分かりました時の私の驚きはどんなでしたろう。私の全身が心臓の動機と一緒に石になってしまったようでした。どうして私がここに来ることをご存知でしたろう。と、その刹那に思うことは思いましたが、考えてみますと、職員室の一番左の窓から裏門が透かして見えることを思い出しましたから、多分何かのご用事で職員室へ来ておられた校長先生が、私の姿をお見つけになって、先回りをなすって、弓術道場の板塀の陰から来られたのではないかしら。謎と混乱した頭で考えたことでした。もともとお人よしの私は、あんなような場合でも、できるだけ校長先生のなさることを善意に解釈しようと本能的に努力していたのでしょう。そんなような先生のお言葉にも、さほどの不自然さを感じませんでしたばかりでなく、何より先に、校長先生がこんな思いがけない非常識なことをなさるのは、よくよくのことだろうと気がつきますと、私の持ち前の気弱さから、どうしても逆らってはいけないような気持ちになりながら、暗闇の中で両腕を握られたまま、硬くなってうなだれておりました。ああ、育児のない私。私はあの時にちょっとでも声を立てたりすると、世間の名高い校長先生のご名誉と地位の一切合切をすっかりめちゃめちゃにしてしまうであろう恐ろしさに包まれて、身動き一つできなくなっていたのでした。ああ、かわいそうな私。お互いに寂しい心は分かっている、とおっしゃった校長先生のお言葉に私は、我にもあらず打たれてしまったのでした。どうしても逃れることのできない運命にとらわれてしまったような物悲しい気持ちになってしまったのでした。ああ、バカな私。不覚な私。校長先生が評判の通りの成人でない。他の女の方とここで会う約束をしておられた。その女の方と私と間違えておられることを、あの時にどうしたわけか、みじんも察し得ずにいたのでした。多分、私の心の奥底に残っておりました尊敬の心が、校長先生を疑うことを許さなかったのでしょう。ああ、浅はかな私。私は校長先生のお金に関する醜いお仕事の数々を知りすぎるくらい存じておりました。けれども女性に対しては、どこまでも潔白なお方と信じきっていたのでした。よしんばバカ騒ぎをなさることはあっても、校長先生お一人は、男性としての低層をどこまでもお亡くなりになった奥様に対して守っておいでになる関心なお方と、この時までも思い込んでいたのでした。その成人同様の校長先生に、こんな秘密の悩みがあるとは、なんというお気の毒なことであろう。私にそれを打ち明けてくださるとは、なんというもったいないことであろう。と、しみじみ考えておりますうちに、私はもう何もかもわからなくなるほど悲しくなって、泣けてしようがなくなりました。ただめちゃめちゃに悲しい思い出を頭の中に渦巻かせながら、校長先生のお胸にぐったりと取りすがっておりました。そのうちに時間がぐんぐん流れて行きました。
ああ、けれども、それはなんという悲しい、浅ましい一刹那の夢でございましたろう。間もなく入ってこられました、トラマ・トラコ先生。私たちがデブさんと言っておりましたあの古参の英語の先生に、私がどんなにひどい目に遭わされましたことか。そうして真っ暗闇の中で、どんなに一生懸命の力を出して、トラマ先生を突き飛ばして、あばら屋の外へ逃げ出しましたことか。そうして一旦コンクリート塀の外へ飛び出してから、すぐにまた、弓の道場の間に忍び込んで、あのあばら屋の横の切り戸の隙間に耳を近づけて、どんなに真剣に、お二人の口争いに耳を傾けておりましたことか。その時に校長先生が、どんなに狼狽しておいでになったことか。お顔色こそわかりませんでしたが、多分真っ青になっておられたことでしょう。暗闇に慣れてきた目でそっと覗いてみますと、運動会用の大きな張り子のだるま様のお尻の間にへいつくばって、いたけ高になっていられるトラマ先生の前に両手をついて、半泣きの声を出しながら、どんなにペコペコと謝られましたことか。いいえ、間違いとは言わせません。あなたは私ばかりじゃない。こんな風にして何人も何人も女を騙しておいでになるのです。私は何もかも知っているのですよ。成績の悪い生徒の点数を良くしてやるとおっしゃって、その生徒やお母さんたちにあなたが何を要求しておいでになるかもよく存じておりますのですよ。あなたの商売道具はあなたのポケットの中にある全校の生徒の試験問題ですからね。あなたの下宿のお二階に訪ねて来られた生徒さんとお母さんのお名前は皆私のノートに書き留めてございますよ。あなたの下宿のおかみさんがこんなことについて口の固いわけも私はずっと以前から詳しく存じているのですよ。そればっかりじゃございませんよ。今の5年の優等生の殿宮愛子さんはあなたの実のお子さんではありませんか。いいえ、お隠しになってもダメです。毎日毎日お顔を見ているうちにはっきりと分かってまいります。メンデルの法則って恐ろしいものじゃありませんか。女の子は父親に、男の子は母親に似るって本当ですわね。よくご覧なさい。あなたに生き写しじゃありませんか。あなたは、あなたが妊娠させて卒業をさせになったとめこさん。舞坂とめこさんの気の弱いのにつけ込んで、騙したりすかしたりして、あの色男の公職官の殿宮小公職のところへ売借なすったのでしょう。そうしてその殿宮の甘ちゃんに遊び事で取り入って、どこどこまでもおとなしい、日本婦人式に慎みの深い天使のような殿宮夫人を、二重にも三重にも苦しめ、苛むのを、一つの秘密の楽しみにしておいでになったのでしょう。いいえ、あなたはそんな性格の方なのです。ご自分の無良心な、二重人格式の性格の人知れぬ強さを、どこどこまでも深刻に楽しみ、誇っていこうとしておられる、変態趣味的に極端な個人主義の凝り固まりなのです。こんなことを知っているのは、今のところ私と舞坂とめこさん、今の殿宮夫人と二人だけで、ご本人の愛子さんもまだお気づきにならないようです。ただ一途にあなたのことを立派な人格の校長さんとばかり思い込んで尊敬しておいでになるようです。そうしたありがたい舞坂とめこさんの心遣いがあなたにお分かりになりますか。私と舞坂さんとは二人でこの学校の寄宿舎にいた自分から大切な大切な親友だったのですからね。その大切な大切な舞坂さんをお泣かせになったのがあなたですから、どうして知らないでおられましょう。私はそんなところからあなたのご生活に興味を持って、いろいろと苦心しながら、あなたに近づく機会を狙っていたのですからね。ねえ、お分かりになったでしょう。女の一心というものは怖いものですよ。いいえいいえ、私は黙っておるわけには参りません。私はありきたりの手も力もない日本式の女性とは違うんですからね。意地になったらどこどこまでも意地になっていける自信を持った女ですからね。自慢ではございませんが、
女の腕一つで男の子を二人育ててきた女ですからね。一通り世間のことは知り抜いている女ですよ。あなたが20年前に、あの天使のように美しい舞坂さんを抱きしめておっしゃった愛の言葉を発表する方法を存じておりますよ。どうぞどうぞ、この寂しい独り者を憐れんでください。とね。はっ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 は。それから先の問答は気が転倒しておりましたせいか、いちいち記憶にとどまっておりません。けれども、かいつまんで申しますと、校長先生の一生懸命のご弁解で、ドラマ先生はやっと間違いの原因を納得されました。そうしてドラマ先生を放任待遇にすることと、昇給させることを条件として、校長先生の過ちを許してあげるということで、お話が折り合った模様でございました。それに引き続いて今度は、私の口を塞ぐ方法について、ひそひそと話し合っておられたようでした。クスクス笑いの声と一緒に、大阪とか廃物利用とかいったような言葉がちらちらと漏れてきたようでしたが、大部分はほとんど聞こえませんでした。他人に言えとおっしゃっても、こんな秘密をおしゃべりするような私ではないのにと思い、胸をいっぱいにして聞いておりました。そうして最後に、お二人はこんな問答をされました。ようございますか、モリスさん。万一、あなたが放任待遇と承認のお約束をお忘れになると、あなたが大変なご損をなさることになるのですよ。私はもうこの春に、二人の子供が大学と専門学校を一緒に卒業するばっかりになっておりますし、一生食べるくらいの蓄えは今でも持っているのですから、世間からどんなことを言われても怖いことはありません。ただこの上の欲には、二人の息子の結婚費用と恩給を稼がせていただけばいいのですから、どんなことでも発表できるのですからね。ようございますか、モリスさん。ええ、決して忘れません。確かに承知いたしました。ああ、意外な間違いで心配しました。それにしてもあの子はどうしてここに入ってきたのでしょう。気色の悪い。これだけ聞きますと、私はそっと切り戸から離れました。弓道場の影の防火壁の横から外へ出て、裏門際の共同便所で髪の毛と顔を念入りに直して、こっそりと自宅へ帰りました。その晩は頭の中がつむじ風のように渦巻いて、まんじりともできませんままに、左右の手首がしびれるほどしっかりと胸を抱きしめて、夜を明かしました。死刑の宣告を受けた人間でも、あんなにまで夜の明けるのを恐れはしなかったでしょう。明くる朝になりますと、私は体中が変にだるくってしょうがないのに気づきました。激しいトレーニングの後で吐きたくなる時のような疲れを感じて、窓の外の太陽の光が妙にきな臭くて、起き上がろうとすると目がクラクラしてたまりませんので、生まれて初めて終日床についておりましたが、あれは多分、激しい神経の打撃からだったのでしょう。両親には風邪気味と申しましたので、夕方になって、近所に住んでおられる大学の助教授さんとかいう若いお医者さんを呼んでくれましたが、別にどこと言って悪いところはございませんし、熱も何もなくて、脈も変わっていなかったのでございましょう。お医者様はしきりに不思議がって首をかしげておられました。そうして私の左手から少しばかり血を取ってお帰りになりましたが、あの血の一滴が校長先生と私とこんな羽目に陥れる重要な血だったことを、あの時の混乱していた私がどうして気づき得ましょう。その次の次の朝、あれから4日目の朝早くでした。私はやっと平常に近い静かな気持ちになって目を覚ますことができました。それは前の晩に若いお医者様からいただいた睡眠薬のおかげだったのでしょう。私は寝間着のままお庭に出て、ユーカリの木の梢に輝く青い青い朝の空をゆっくりと見上げることができました。けれども、その時の私の悲しゅうございましたこと。校長先生、私は人から何と言われても、やっぱり女だったのです。
それが道ならぬ、忌まわしいことと知りつつも私は、校長先生をお恨み申し上げる気持ちにどうしてもなり得なかったのでした。それよりも、そんな道ならぬ忌まわしいことをなさらなければならぬ校長先生の弱い、卑怯なお心が、その時の私には、この上もなく、おいたわしいものに思えてしようがなくなっていたのでした。そうしてそのおいたわしい、寂しい校長先生を、たとえどのような忌まわしい方法ででもお救い申し上げて、正しい、明るい道にお帰りになるようにお諌め申し上げるのが、私のような女に授けられた道ではないのでしょうか。それが私の持って生まれた運命なのではないでしょうか。とさえ思うようになっておりました。私には、この哀れな、寂しい老人を救ってくれ、とおっしゃったお言葉が、校長先生の真実のお心から出たお言葉のように思えてしようがなかったのでした。たとえそれが間違って私におっしゃったお言葉であったにしても、私はもう、私の知らない間に虚無ではなくなっていたのです。校長先生のおかげで、女としての純情に目覚め始めていたのです。そこの知れないほど愚かな私。大阪に行かんかと、父から相談をかけられたのは、その朝ごはん前の応接間での出来事でした。いつもですと、私のことについては、随分冷淡でした私のママ母も、この相談には深い興味を持っておりましたらしく、目を光らして私のそばの椅子に参りました。倹約家の父は、珍しく金口を吹かしながら、いつになくニコニコした口調で申しました。お前は新聞記者になりたいって言ったことがあるだろう。ええ、そんなことを考えたこともありましたわ。写真も嫌いじゃなかったろう。ええ、大好きですわ。父は、私がいろいろな新聞や雑誌に投書したり、写真サロンに入選したりしていることを知っているのに、どうしてこんなことを改まって尋ねるのだろうと、ちょっと不思議に思いました。だから、ちょうどいいと思うんだがね。大阪の新聞社で女の運動記者を欲しがっているんだ。女学校の運動部を訪ねて回って話を聞いたり、写真を撮って回ったりするのが仕事だそうだがね。昨日わざわざモリス校長先生が俺の役所、営林署に訪ねて来られて、お前が承知してくれさえすれば、先方では願ったり叶ったりだと言っている。要項もできるようにしてやると言っているそうだから、こんないい口はまたとないと思う。俸給は100円で、ボーナスは3ヶ月分だそうだが、ご承知ならば、私が大阪へ電話をかけるから、すぐにも出発できるだろうっていうことだがね。というお話でした。私はあの時によくあれだけ落ち着いておられたと思います。実際、3、4日前のあばら屋の中の出来事よりも、この時に父から聞きました大阪行きのお話の方がガーンと私を叩き潰したのでした。私はこの時ほど私の気持ちを裏切られたことはありませんでした。校長先生が私を大阪へやろうとしておられるということが私を絶望的に悲しませたのです。考えさせてください。と返事をするうちに私はもう涙で胸がいっぱいになってしまいました。なぜだかわからないまましくしくとしゃくり上げ始めました。それを見ました父はまた、椅子の上から一膝進めて申しました。これぐらいありがたいことはないじゃないか。大学を卒業した男の学士様でさえ、30円20円の口がない世の中だよ。考えることなんかないじゃないか。それとも何かい？お前には、どうしても大阪へ行けないわけでもあるのかい？私は後にも先にも、あんなに厳粛な父の声を聞いたことは一度もないのでした。ですから、思わず顔を上げて、両親の顔を見回しますと、両親は父の言葉好き以上に、
大罪人でも尋問しているかのように厳粛な、こわばった顔をして、しらじらと私を凝視しておりましたので、私はいよいよびっくりしてしまいました。それでも私は何の気もつかずに、かぶりを左右に振りながら申しました。いえ、別に何にも、そんな理由はありませんわ。ただ、もう2、3日考えさせていただきたいだけなのです。一生のことですから。両親はこの時に、ちらりと異様な白い目を見交わしたように思います。それから父は、改まった咳払いを一つしました。それならば尋ねるが、お前は何か私たちに隠していることがあるのじゃないかい。そのために大阪に行かれないのじゃないかい。私ははっと胸をつかれましたが、すぐに気を落ち着けて、何気なくかぶりを左右に振りました。ため息を一つしながら。いいえ、何も。それじゃあ、お前はおとついの晩、どこへ行っていたのだい？ママ母が氷のように冷たい静かな声で、横合いから申しました。私は、音のない雷に打たれたようにドキンとしながら、がっくりとうなだれてしまいました。多分、私の顔は死人のように青ざめていたことでしょう。ただもう気がワクワクして、胸がドキドキして、身を切るような涙がポタポタと寝間着の膝の上に滴るばかりでした。私の破滅は校長先生の破滅。校長先生の破滅は私の破滅。私の破滅。校長先生の破滅。何もかも破滅。現在たった今破滅しかけているのだ。そうして、どんなことがあっても破滅させてはならないのだ。白状してはいけないのだ。私と校長先生とは二人きりで、この秘密を固く固く抱き合って、そこも果てしもない無限地獄の底へ、どこまでもどこまでも真っ逆さまに落ちていかなければならないのだ。と、そんなようなことばかりをぐるぐるぐるっと扇風機のように頭の中で考え回しているうちに、私の全身を巡っております血液がみんな涙になって頭の中いっぱいに満ち満ちて、後から後から目の中に溜まって、ポタポタと流れ出していくように思いました。それにつれて私の心臓と肺臓が果てしもない虚空の中で互い違いに波打って狂い回る恐ろしさに、声も立てられないような気持ちになっていきました。その私の耳元に、父の鋭い、冴え返った声が聞こえました。隠しても分かっているぞ。おとついお医者様が取っていかれたお前の血清を大学で検査された結果、お前がもう処女でないことが分かってしまったんだぞ。ママ母が私のすぐ横で長い長いため息をしました。赤の他人よりももっともっと冷たい、もっともっと赤の他人らしいため息を。おとついお前を見てくださった、昨べも見に来てくださった先生は、その方の研究でオーストリーまで行ってこられた有名な医学博士だったのだぞ。どんな言い訳をしても通らない科学上の立派な証拠を、俺は目の前に突きつけられたのだぞ。なんという恐ろしい科学の力。私がもう正常な体でないこと、自分でもそうは思われないくらいの儚い一刹那の出来事。それがたった一滴の血液の検査でわかるとは。なんという残酷な科学の審判。私はもう何のたわいもなく絨毯の上に、両親の足元に泣き崩れてしまいました。絶体絶命になった私。父は私に、是が非でも相手を打ち明けようと迫りました。決して無理なことはしない。きっと沿わせてやる。お前のことをそんなにまで思ってくださる人がおられることを、俺たちが気づかなかったのが悪かったのだ。どんな相手でもいいから打ち明けよ。親の慈悲というものを知らぬか。
と、両親とも涙を流して迫りましたが、私は死ぬほど泣かされながら、とうとう頑張り通してしまいました。校長先生のお名前を打ち明けるような空恐ろしいことが、どうしても私にはできなかったのです。私は生まれて初めて親の命令に背いたのです。親様の慈悲を裏切ったのです。校長先生のご名誉のために。私はどうしてあの時に狂人にならなかったのでしょう。それから私はその日の正午頃になってヘトヘトに泣き疲れたまま寝床に入りました。アダリンをたくさんに飲んで、青ざめた2人の妹に見守られながらぐっすりと眠ってしまいました。このままで死んでしまえばいいと思いながら、そのあくる日の3月22日は、私たち27回卒業生の校長先生に対する謝恩会が催される日でした。ああ、謝恩会。私にとって何という惨めな、悲しい、恐ろしい謝恩会でしたろう。私はまだ睡眠剤から覚めきれないような夢心地で、死ぬにしても、生きるにしても、どちらにしても考えようのないような考えを、頭の中いっぱいに渦巻かせながら、今一度母校の正門を潜りました。もう一度校長先生のお顔を見たい。どんな顔をなすって私をご覧になるか、と、それ一つを天にも地にもたった一つの心頼みにして、いつもの通り古ぼけたフロックコートを召して玄関に立っておいでになった校長先生は、やはりいつもの通りに私をご覧になるとにっこりされました。それは平常の通りの気高い、慈悲深い校長先生のお顔でした。いやー、天川さん、おはよう。あなたにちょっとお話がありますがね。まだ時間がありますから。と、落ち着いた声でおっしゃって、私の手を引かんばかりにして、正面の階段を登って、2階の廊下のずっと突き当たりの空いた教室の片隅に、私をお連れ込みになりました。そうして、やはりこの上もないご親切な、気高い、慈悲深い顔をなすって。どうです？お父さんからのお話を聞かれましたか？大阪へ行く決心がつきましたか？とおっしゃって、もう一度にっこりされました。その校長先生のお顔は、2、3日前のご記憶なんか、みじんも残っていないお顔つきでした。柔和なお顔の皮膚がつやつやしく輝いて、神様のような微笑がお口の周りをさまようておりました。あの晩のことは夢じゃなかったのかしらん。私は何かしらとんでもない夢を見て、こんなに思い詰めているのじゃなかったかしら。とさえ思ったくらいでした。それでも私は考えようのないような考えで、頭の中をいっぱいに混乱させながらも、きっぱりと大阪行きをお断りしたように思います。その時には、別段に嬉しくも悲しくも腹立たしくも何ともなかったようですが、多分、私の脳髄がまだ痺れていたせいでしたろう。しかし校長先生は、お諦めになりませんでした。これはあなたのおためですから、この就職口さえご承諾になれば、あなたにはきっといいご縁談が申し込んでくることをお約束できるのですから、運動好きの若い紳士がその新聞社に待っておられるのですから。とかなんとかおっしゃって、いよいよ親切を込めて、繰り返しお説教をなさいましたが、その言葉のうちにうなだれて聞いておりました私が、そっと上目遣いをしてみました時の、校長先生のお目の光の冷たかったこと、人間を食べるお魚のような青白い、意地の悪い、残酷な光がさえ返っておりましたこと、その何とも言えない無情な
冷ややかなお目の色を見ました一刹那に、私はもう少しで悪魔と叫んで掴みかかりたいような気持ちになりましたので、こっそりと一つため息をして頭を下げてしまいました。何もかもめちゃめちゃにしてしまいたい私の気持ちが、私自身に恐ろしゅうございましたので、その時に校長先生のお言葉が、お話の始めの時よりもずっと熱烈な、祈るようなお声が私の耳元に響きました。ねえ、天川さん、教えてくださいよ。あなたは万が一にも大阪においでにならぬとすれば、あなたのご両親やお妹さんたちにどれだけの精神的なご迷惑をおかけになるかご存知ですか？あなたを今のままにしておいては、将来家庭をお作りになって満足なご生涯をお送りになる可能性が少ないことになるとおっしゃって、ご両親が世の目も寝ずに心配しておいでになるのですよ。これは私が心から申し上げることです。あなたは一体将来をどうなさるおつもりですか？これほどにあなたのおためを思っておる私の心がお分かりにならないのですか？その校長先生らしい、この上もない人格者らしい、威厳と温情のこもっているらしいお言葉付きの憎らしゅうございましたこと。私は今一度カッとなって何もかもぶちまけてしまいたい衝動に駆られましたが、しかしその時にはもう私の決心が座っておりましたので、体中をブルブルとわな泣かせながら我慢してしまいました。校長先生のお心はよくわかっております。けれども、もう2、3日考えさせてください。決して先生のお心に背くようなことはいたしませんから。これは私が生まれて初めて吐いた嘘でした。この時に私が決心しておりましたことは、先生のお心に背くどころではなかったのでした。もしこの時に私がいたしておりました決心の内容が、ほんの一部分でも校長先生にお察しがつきましたならば、校長先生はその場で気絶なすったかもしれません。私は先生の平気な石のようにがっちりしたお顔色を見ておりますうちに、とても人間並みの手段では校長先生を反省させることができないと深く深く思い込みました。私が火星から来た女なら、校長先生は土星から降っておいでになった超特急の悪魔に違いないと気がつきましたから、どんなことがあっても間違いない。そうして先生をどん底まで震え上がらせる手段を考えなければならぬ。殺してあげるくらいでは追いつかない。この地球表面上が校長先生にとっては生きても死んでもおられない。フライ鍋よりも恐ろしいところにしてしまわなければならないと、固く決心してしまったのでした。私は微笑を含みながら、静かに立ち上がって教室を出ました。そうすると、入り口で様子を聞いておられたらしい虎間デブ子先生にばったり出会いましたが、私はもうすっかり落ち着いておりましたから、何も知らん顔で、丁寧にお辞儀をして階段を降りていきました。後で校長先生と虎間先生が何かご相談をしておいでになるようでしたが、そんなことはもう問題ではありませんでした。開花の待合室になっている裁縫室に入っていきました私は、卒業生仲間のお話の中に混じって一緒に笑ったり、お菓子をいただいたり何かして、1時間余りを過ごしましたが、私があんなに打ち解けて皆様と一緒に愉快そうにはしゃいだことは生まれて初めてだったでしょう。その間中私は自分ののっぽも醜さも火星の女であることも何もかも忘れて、なんとなく皆さんとお名残が惜しい気持ちがいたしますままに、できるだけ大勢のお友達と
顔を見合って、笑い合って、手を取り合って、懐かしみ合ったのですが、あの1時間こそは、私の一生涯のうちでも、やっと人間らしい気持ちのした、一番楽しい1時間だったのでしょう。それから間もなく始まった謝恩会の模様を、私は少し詳しく書かなければなりません。それはこの世にまたとない校長先生の悪徳を目もくらむほど美しく上品に飾り立てた芝居だったのですから。それは私以外の人たちが一人も気づいておいでにならない。そうして同時にたった一人私だけをいじめ脅かすために執り行われた世にも恐ろしい長田らしい拷問だったのですから。最初に全校の生徒の君が代の合唱がありましたが、その純真な草原この上もないリズムの波を耳にいたしておりますうちから私はもう体中がゾクゾクしていても立ってもおられないくらい空恐ろしい今にも逃げ出したいような気持ちになってしまいました。心のどん底から震え上がらずにはおられない君が代の拷問。それからその次に父兄代表として至学館の殿宮さんが壇上にお立ちになった時の演説のお立派でしたこと。校長先生のご講徳をごくごくつまらないことまでも一つ一つ挙げて説明していかれた時の満場の厳粛でしたこと。校長先生の銅像の寄付金のことについて、教頭の小早川先生が報告をなすった後に、卒業生代表の殿宮愛子さん、まだ何もご存じない愛子さんが、集まったお金の金額の目録を捧げられた時の、校長先生の平気な、少し嬉しそうなお顔。それから、河村書記さんの事務報告に続いて、校長先生が感謝の演説をなされました。そのお言葉の涙ぐましかったこと、その心情のこもっていたこと、そのお姿の神々しかったこと、そうして、そうでありましただけ、それだけにその演説の意味が、どんな詩人でも思いつかないくらいに悪魔的でしたこと。私は自分の子というものを一人も持ちません。ですから、いつも皆様を私の本当の子供と思っております。この5年の間にお名前から、お顔から、お心持ちまでもいちいち記憶して、何の傷もない玉のように正常に育っていかれる皆様のお姿を心の底まで刻みつけているのであります。その皆様をこの波風の荒い不正不義に満ち満ちた世の中に送り出す。その最後のお別れの日の今日ただいま、私がどうして平気でおられましょう。どうして考えなしにおれましょう。それがか弱い、美しい、優しい皆様でありますだけ。それだけに、惜しい我が子を戦場に見送る母親の気持ちよりも、もっともっと切ない思いで胸がいっぱいになるのであります。申すまでもなく、人生は戦場であります。この社会は現在、あらゆる素晴らしい科学文明の力で、核も美しく飾り立てられているのでありますが、しかしその内実はどんなものかと考えてみますと、ちょうど野生の動植物の世界、ジャングルとか原始林とかアフリカの暗黒地帯とかいうものの中と同様に、精神的にも物質的にもお互い同士が食うか食われるかの恐ろしい生存競争場であります。そのやむにやまれぬ生存競争から生み出されるあらゆる不正不義な意味の社会薬が至るところに食うか食われるかの意味で満ち満ちているのでありますからして、分けても心の優しい裏若い皆様にとりましては、ぜひ善悪に迷われるような深刻な
危険な恐ろしい立場が至るところに待ち受けていることを今から覚悟していていただかねばなりません。たびたび申しますように、今日までの人類文化の歴史は男性のための文化の歴史であります。そうしてその男性の歴史というものは、個人個人同士の腕力の闘争史から団体同士の武力の競争時代を経過してまいりまして、ただいまは金銭の闘争時代に入っております。すなわち、弓や鉄砲と名付くる武器が金銭と名付くる武器に変わっただけの時代であります。それでありますからして、昔の武力闘争時代において、戦争のため、すなわち敵に打ち勝つためには、いかなる官学無道な所業といえども、やむを得ないこととして許されておりましたのと同様に、現在の社会においても、金銭とこれに伴う名誉、地位のためには、法律に触れず、他人に知れない限り、いかなる悪辣、非人道をも、どしどし行って差し支えないと考えられているのであります。もっと極端に申しますと、現在の世界は国際関係においても個人関係においても平気で良心を無視し人道を蹂躙し得るほどの残忍、冷血なものでなければ絶対に勝利者となることのできない世の中と申しても大した間違いはないと考えられるのであります。すなわち現在の男性は金銭の武器を持って戦うところの暗黒闘争時代の闘士であります。無良心、無節操なる暴力とか策略とかいうものを平気で巧みに行い得る男性が勝者となり、支配者となりまして、そんなことのできない善人たちが劣敗者、弱者となり下がってゆく証拠が日常、至るところに目に余るほど満ち満ちているのであります。ですから世界中が優しい、美しい、平和を愛好する婦人たちの心によって支配される時代は、まだまだ遥かの遠いところにあると申さねばなりません。ですから皆様は、婦人に生まれられたことを喜ばなければなりません。ご存知のお方もありましょうが、太閤記の浄瑠璃で、主君を攻め殺して天下を取ろうとする明智光秀が、謀反に反対する母親や妻女を、女子供の知ることにあらず、と叱りつけております。あの時代でも、ただ今でも同じことで、婦人はそのような醜い、邪悪な生存競争の全部を、世界始まって以来男性に任せきりで、自分たちは皆申し合わせたように、美と愛の生活を独占してまいりました。その純真、純美な愛の心によって、料理、裁縫、育児のことにのみ勤しんで、その家庭生活を美化し、平和化し、子孫を正しい、美しい心に教育することばかりに努力してきました。そうして次第次第に腕力、武力の野蛮な闘争の世界を克服して、昔の人の想像も及ばぬ幸福、安楽な今日の文明世界を生み出してまいりました。ですから皆様は決して恐るることはありません。私は皆様に平和を尊ぶ心を植え付け、忍従と美を愛する心がけをお教えいたしました。皆様はこの心をもって男性が作る残酷な血も涙もない厚顔無知な悪徳の世界と戦わなければならぬ使命をまだ歴史のない大昔以来心の底から本能的に伝統しておいでになるのであります。ですからその皆様の美しい、優しい、平和と忍従を尊ぶ本能のまにまに、この世界を一日も早く浄化し、良心化して、人類相互の心からなる平和の世界、
婦人の美徳によってのみ支配される世界を一日も早く育て上げられるように、毎日毎日全力を挙げて働いておいでになりさえすれば、それでよろしいのであります。それは決して困難なことでも、わかりにくいことでもありません。家庭における婦人の美しい本能、清らかな愛情は、この男性と戦う唯一無敵の武器であります。どんなに気の荒い、血も涙もない男性でも、この婦人の底知れぬ忍従と、果てしもない愛情によって守られた家庭の中にあっては、そこの底から安心して平和を楽しむ心になるのであります。そうして知らず知らずのうちに大きな感化を、その心の奥底に植え付けられていくのであります。家庭内に葬儀を起こす婦人は災いなるかな。どうか皆様は一日も早く健全な家庭を持たれて、潔白な正直なお子さんを大勢育て上げられて、来るべき日本国をできるだけ清らかに、ほがらかに、正しく、強くされんことを、私は中心から希望してやまないのであります。私はこの希望一つのために、生涯を捨ててこの事業に携わっておるものであります。繰り返して申します。皆様は私の心の子供であります。この子供たちを、かような尊い戦いのために、今日、ただいまから社会に送り出す私の心持ち、お別れに臨んで。校長先生のお話がここまで参りましたときに、満場から湧き起こった拍手のたまらない渦巻き、それからしばらくの間続いたすすり泣きとため息、それから卒業式の時と同様に歌い出されました涙ぐましい蛍の光。ああ、なんという感激に満ち満ちた光景でありましたろう。なんという神々しい校長先生のお姿でありましたろう。その謝恩会が済みますと、すぐに私は帰り道の途中にある殿宮志学館様のお宅をお訪ねしました。そうして学校一の美人で、学校一の優等生と呼ばれておいでになる殿宮愛子様にお目にかかりまして、大切な秘密のお話がありますからと申しまして、二人きりで応接間に閉じこもりました。殿宮愛子さんは在学中、私の大切な兄だったのです。お友達のうちで死というものの本当にお分かりになる方は、愛子さんお一人だったのです。誰も知りませんけれども、時々こっそりとお目にかかったことが何度あるかわかりませんので、あの物置のあばら屋の2階で、虚無のお話をし合ったのも、一度や二度ではなかったのです。けれども、こうしてお宅を訪問したことは、この時が初めてだったのです。殿宮愛子さんは、本当にしっかりした方でした。私の話をお聞きになっても、驚きも泣きもなさらないで、美しい唇をしっかりと噛みしめ、張りのあるきれいなお目を真っ赤にして輝かしながら、私の長い長いお話をすっかり受け入れてくださいました。そうして私のお話が済みますと、やっと少しばかりの涙を目頭ににじませながら、思い詰めたきっぱりした口調で言われました。美しい、美しい、静かなお声でした。ありがとうよ、歌江さん。おかげで今まで私にわからなかったことがすっかりわかりましたわ。私が初めて知りました本当のお父さん、モリス校長先生を反省させてくださるあなたのご親切に、私からお礼を言わしてくださいましね。あなたのなさる復讐は、どんな風になさるのか存じませんけど、あなたのおっしゃる通りに、誰にもわからないようにその人を反省させるだけの意味の復讐なら、大変にいいことだと思いますわ。その方法はあなたにお任せしますわ。どんな方法でも私は決してお恨み申しますまい。そうして
それでもお父様、校長先生が反省なさらないときには、あなたから下すったお手紙をきっとあなたのお指図通りに出しますわ。ええ、中身を見ないで、誰にも、母にも秘密を明かしませんから、どうぞご安心ください。私はあなたをどこまでも信じていきますわ。私はあなたに思う存分に恨みを晴らしていただくより他に、父の罪の償い方を知らないのですから。ですけど、それはそれとして、大阪へおいでになったら、きっとお便りをくださいましね。どうぞ、ね。そう言って愛子さんは、たったひとしずく、涙をぽとりと落とされました。そうしてその涙を拭おうともしないまま走り寄ってきて、私の手をしっかりと握りしめられました。千万無料の意味のこもった握手。それで私の下ごしらえは終わりました。私が大阪に行くことを承知しました時の両親の喜びようと、わざわざ訪ねておいでになった校長先生のお褒めになりようは、それは大変なものでした。そうしてその時に私が持ち出しました無理なお願い。大阪へ行くことを誰にも知らせないで、たった一人で出立したい。大阪の新聞社の支局へも挨拶しないまま、今からすぐに出発したいというわがままな願いも、そんなにやかましくおっしゃらずに承知してくださいました。けれども私は大阪へ行きませんでした。謝恩会のあったその日の夕方に、新しい洋装とハンドバッグ一つという身軽いいでたちで、両親に別れを告げて、家を出るには出ましたが、その足ですぐに殿宮志学のお宅をお訪ねして、いよいよ大阪へ行きますからと言って、無理に愛子さんを誘い出しました私は、一緒に西洋亭へ登りまして、二人で思いっきりごちそうをあつらえて、お別れの晩餐をとりました。それから二人でモダン写真館へ行って記念写真を撮りますと、あそこの写真館のサロンで二人で抱き合って、長い接吻をいたしましたが、二人とも涙に濡れて、お互いの顔が見えないようになってしまいました。それから私の計画をちっともご存知のない愛子さんが、ぜひとも見送ると言って停車場へ見えましたので、仕方なしに大阪へ行くふりをして、汽車に乗るには乗りましたが、すぐに途中の駅から自動車で引き返して、この町の外れのある寂しい宿屋へ泊まり込みました。そうして近くの古着屋から買ってきました黒い背広に、黒の鳥打ち帽、黒眼鏡という黒ずくめの服装で、男のような歩き方をしながら、一生懸命に校長先生の後をつけ始めました。手に下げた学生用の手提げ袋には、長い丈夫な麻縄と、黒ジュスの覆面用の風呂敷と、旧式の手慣れたコダックと、最新式のフラッシュランプと、ローマッチと、写真の紙を切るための安全カミソリの刃を入れておりましたが、これは前の晩に、宿屋の屋根で使い方を研究しておきました練習済みの品々で、校長先生にとっては、ピストルよりも、毒ガスよりも、何よりも恐ろしい私の復讐の武器なのでした。そんなこととは夢にもご存じなかったのでしょう。かえって私を大阪へ追い払って、もう一安心とお思いになったのでしょう。校長先生は謝恩会のあったあくる日の24日の夕方に、どっかへ出張なさるような格好で、真面目なモーニングに山高帽を召して、書類入れのボックスカバンなどを大切そうに抱えて、下宿をお出ましになると、夕闇の町沿いを小急ぎに郊外へ出て、天神の森の方へ歩いて行かれました。さては、と胸を躍らせながら、一心に後をつけて行きますと、果たして天神の森には、二人の和服の紳士の方が待っておられました。すらりとした影と、ずんぐり低いのと、それが近づいてみますと、やはり私の想像通りに、瀬虫の河村書記さんと講談師、殿宮志学さんに違いないことが分かりました時の
私の喜びはどんなでしたろう。森の外の国道には、ルームを消したホロ自動車が、3人の若い芸者さんを乗せて、ひっそりと待っておりました。それに気がつきました私は、手提げ袋を腰に結びつけて、黒い風呂敷で手早く覆面をしますと、3人が自動車に乗り込まれるとほとんど同時に、夕闇に紛れながら、スペアタイヤのところへ飛びついて、小さくかがまりながら揺られていきました。そうしてその自動車の行き先が、私の想像通りに温泉ホテルであることが分かりました時の、私の安心と満足、冒険心と好奇心、それはどんなにかドキドキワクワクしたものでしたろう。私の復讐は何もかも最初から、温泉ホテルを目標にして、研究して、計画しておったものですから、そうして、それがもう第一日の一番最初から、ぐんぐん思い通りに運んでいき始めたのですから。けれども私がちょっとした思いつきから、あんないたずらをしましたときに、自動車の中の方々がどんなにかびっくりなすったことでしょう。あの自動車がシボレーのオープンでありましたことは、本当に天の助けだったかもしれません。その上に私が偶然に安全カミソリの刃を用意しておりましたのは、これこそ一つの奇跡だったかもしれません。ガタガタする車体の中で、めちゃめちゃにはしゃいでおいでになった3人は、私が安全カミソリの刃で、アイホールの周りを U の字型に切り抜くのをちっともお気づきになりませんでした。その穴から片手を突っ込みましたときに、校長先生は、一番左の一番可愛らしい舞妓さんの背後から抱きついておいでになりましたが、その舞妓さんの鼻かんざしと、阿弥陀にかぶっておられた校長先生の山高帽を奪い取って、自動車から飛び降りて逃げ出したときに、私の足の力がどんなにか役に立ちましたことか。若い運転手さんが、泥棒、泥棒、と叫びながら、一生懸命で追いかけてくるには来ましたが、日が暮れて間もない平坦な国道ですもの。右手に鼻かんざしを、左手に手提げカバンを抱えて、帽子をしっかりと口にくわえた私は、そんなに息切れもしないうちに、ぐんぐんと追跡者を引き離してしまいました。そうして町へ引き返して、びっくりしておられる殿宮愛子さんをそっと呼び出して、私の仕事の中で思いがけない拾い物をしたことをお知らせして、心から喜び合うことができました。ですから、あの山高帽子と鼻かんざしは、今でも殿宮愛子さんのお手元にあるはずです。この手紙をご覧になりましたならば、すぐに愛子さんのところへ受け取りに行ってご覧なさいませ。どのような劇的シーンが展開するか存じませんけれども。私の本当の目的の仕事はまだまだ残っておりました。それくらいのことで反省なさる校長先生ではないことをよく存じておりますからね。愛子さん、校長先生が本当に後悔をなすって、お母さんにもお詫びをなすったら、この帽子と鼻かんざしをあげてちょうだい。それでももし校長先生が受け取りにおいでにならなかったら、この2つの品物はお母様とご相談なすって、お好きなようにしてちょうだい。そう申し残しますと、私はすぐに別のセダンを雇って、一直線に温泉ホテルに向かいました。ああ、温泉ホテル。あの有名な温泉ホテルこそは、私が校長先生に復讐を思い立つ前から、好奇心に駆られて、何度も何度も学校の帰りに温泉鉄道に乗って行って、裏から表から眺め回して、詳しく探検していた家でした。そうして今度の仕事、私の一生涯を捨ててかかった仕事は、この家以外のところでは絶対に成し遂げられないことを深く深く見込んでいるところなのでした。私は校長先生のご一行が後へ引き返されるようなことは多分なさらないであろうことを信じておりました。ホロ自動車のアイホールを切り抜いて、あんないたずらをしていったくせ者が
何を目的にしたものかということが、あの時のお三人にお分かりになるはずはありません。ましても、とっくの昔に大阪についているはずの私が、あんなことをしたとお気づきになるはずはない。そうして、せっかく三人も揃って思い立たれた今夜の計画を、これくらいのことにびっくりしておやめになるはずもない。ただ、アラビアンナイトのような不思議な災難に驚かれて、わやわやとお騒ぎになっただけで、そのまま先を急いでおいでになったであろうことを、私はくぶくりんまで信じておりました。ですから私は、温泉ホテルの前を少し行き過ぎた湯の川橋のたもとで自動車を止めてもらいました。それから狭い横路地伝いに私は、温泉ホテルの3階の横に出まして、あそこの暗い板塀の陰で長いこと耳を澄ましておりますうちに、高い高い3階の窓から明るい光線と一緒にかすかに漏れてくる校長先生の笑い声を耳にいたしました私は、ほっと安堵の胸をなで下ろしました。それからすぐに音を立てないように板塀を乗り越して、非常はしご伝いに3階の非常口まで来ますと、あそこから丈夫な赤金の雨どい伝いに、軒先からくるりと尻上がりをして屋根の上に出ましたが、さすがの私、火星の女も、その尻上がりをしたときに、はるか目の下の暗黒の底の、石灯籠に照らされた御影岩の歩道をちらりと見下ろしましたときには、思わず冷や汗が流れました。そんな苦心をして、やっとの思いで目的の赤瓦屋根の絶頂に這い上がりました私は、口に加えてきました手提げの中から取り出した細引きの真ん中を屋根の中心にある平石の根元に結びつけて、その端を自分の胴中に巻きつけて手繰りながら、急な赤レンガの勾配を降りていきました。そうして屋根の端の雨どいのところから顔だけ出して、すぐ下の回転窓越しに部屋の中を覗き込んでみたのでした。温泉ホテルの3階は全体が一つの眺望用のサロンみたいになっているのでした。雨模様で暑かったせいでしたろう。窓の上側が全部開放してありましたので、中の様子が隅から隅まで手に取るように一目で見えました。私は、私の想像以上だったあの時の、あの部屋の中のありさまを書く勇気を持ちません。ただ必要なだけ書いておきます。大きな白竹や芭蕉やカンナの植木鉢と、いろいろな贅沢な格好の長い椅子をあしらった金ピカずくめの部屋の中では、体格の立派な殿宮志学さんと、ぞっとするような白光りする背中のこぶをむき出した川村書記さんと、特等の熊見たような毛むくじゃらの校長先生が、自動車で連れておいでになった3人の若い婦人のほかに、ところの芸妓さんでしょう、豊島の2人と、都合5人の浅ましい姿の婦人たちを相手に、有頂天の乱痴騒ぎをやっておいでになりました。獣とも人間ともわからない姿と声で踊ったり、跳ねたり、転がり回り、這い回り、笑い回り、泣き回っておいでになりました。私はしばらくの間、呆然とそんな光景を見とれておりました。現代の光明は男性のための光明とおっしゃった校長先生の演説のお言葉を思い出しながら、こうした妖怪じみた人間と美人たちの乱舞を生まれて初めて目の前に見て、気が遠くなるほど呆れ返っておりましたが、やがて我に返りました私は、部屋の端に身を逆さまにしながら、落ち着いてコダックの焦点を合わせました。そうして、わざとローマッチを一本パチンと吸った後で、皆様がこちらをお向きになった瞬間を見すまして、フラッシュを燃やしましたが、強い青白い光線はずっと向こうの広間の向こう側までも達したように思いました。私がフラッシュランプを目の下の深い木立の中へ投げ捨てますと、
長椅子の上で遊び戯れておりました婦人たちの中には、キャーと叫んで着物を着ようとした人もおったようでした。なんだったろう、今のは。恐ろしく光ったじゃないか。パチパチと言ったようだぜ。星が飛んだんだろう。バカな、今夜は曇っているじゃないか。いや、星でも雲を突き抜いて流れることがあります。光が激しいですから、すぐ鼻の先のように見えることがあります。私は一度見ましたが、小さい時に。今夜は何かしら妙なことのある晩だな。ちょうど窓のすぐ外のように見えたがの。そう言って校長先生がのそのそと窓のところへ近づいておいでになるようでした。その瞬間にすっかり面白くなりました私は、またも一つのいたずらを思いつきました。写真機と手提げ袋を深い雨どいの中へ落とし込んだ私は、手早く髪の毛を解いて、長くぼうぼうと垂らしました。ワイシャツの胸を黒い風呂敷で隠しますと、思い切って体の半分以上を屋根の端から乗り出しました。長い髪の毛を逆さまに振り乱しながら、息苦しいくらい甲高い、悲しげな声で叫びました。モリス先生。部屋の中から流れ出る明るい電灯の光線で、窓の外の私の顔を発見された校長先生は、窓の枠につかまったまま、目を真っ白く見開いて、私をお睨みになりました。浅ましい丸裸のまま、あんぐりと開いた口の中から、白い舌をだらりと垂らしておられました。その格好があんまりおかしかったので、私は思わず声高く笑い出しました。部屋の中が私の笑い声につれて総立ちになりました。あれ、キャー、誰か来て。と、口々に悲鳴を上げながら逃げ迷うて、他人の着物を引き抱えながら駆け出してゆく人、そのまま入り口の方へ転がり出る人、気絶したまま椅子の上に伸びてしまう人、倒れる椅子、ひっくり返るテーブル、壊れるコップや皿小鉢、駆け回る空き瓶の音、真夜中に3階の屋根の軒先から逆さまに髪の毛を垂らして笑っている女の首をご覧になったら、誰でも人間とは思われないでしょう。それが間もなくシーンと静まりますと、後には校長先生と同じに私と睨み合ったまま、棒立ちになっておられる殿宮志学さんと河村書記さんが残りました。その世にも滑稽な姿のお三人の顔を見回しますと、私は今一度、思い切った高い声で、心の底から笑いました。私が誰だかお分かりになりまして、校長先生、殿宮さん、河村さん、火星の女ですよ。校長先生は目の玉を白くして、舌をだらりと垂らしたまま、大地震にあった仏像のように、仰向けざまにドターンとひっくり返っておしまいになりました。それを他のお二人は見向きもなさらないまま、私の顔を睨みつめて棒立ちになっておられるようでしたが、私はそのまま綱をたぐって、元の部屋の絶頂に帰りました。四つん這いになったまま、ほーっと一つため息をして気を落ち着けました。私はもうその時に立ち上がれるかどうかわからないくらい疲れていることに気がつきましたが、しかしいつまでも休んでおることはできませんでした。逃げた芸妓さんたちが
着物を着てからホテルの人に知らせたものと見えまして、下の方で誰だかガヤガヤと騒ぎ回る声がしました。それにつれて古ぼけた非常提灯の光が2つ3つ、目の下はるかのお庭の中に走り出てきたようでしたが、私はちっとも慌てませんでした。大切な写真機を入れた手提げ袋をしっかりと口にくわえますと、避雷針に結びつけた綱をほったらかしたまま、屋根の絶頂に立ち上がって登ってきた時と反対側の突端に来ました。そこで雲の間から漏れ出した美しい星影を仰ぎました時に、私はなぜかしら胸がいっぱいになって、目の中に涙が溜まって困りました。そのまま屋根の斜面を駆け下りて、闇の庭の歩道に飛び降りて死んでしまいたいような衝動に駆られましたが、下の方から非常はしごを登ってくるおどろおどろしい足音を耳にしますと、また気を取り直しまして、すぐ足の下から引っ張ってあるラジオのアンテナ伝いに、隣の棟の2階の屋根に降り立ちました。それから、その屋根に近い大きな松の木の枝に飛びついて、板塀の外へ降りました。それから田んぼの中のあぜ道を横ちぎりに近道をして走りながら、一直線に温泉鉄道の停車場へ来て、やっと小里終電車に間に合って、1時間経たないうちに町の宿屋へ帰ってまいりました。宿の私の部屋にはちゃんと床が取ってありました。その枕元に苦いお薬のようにできた冷たいお茶が置いてありましたので、私は座る間もなくガブガブと 2,3 杯立て続けに飲みましたが、そのおいしゅうございましたこと。最前、温泉ホテルの屋根の上で死にたくなった時とは正反対に勇気が100倍してきたように思いました。その晩のフィルムの現像は 100% に都合よくいきました。小さいフィルムではありますが、浅ましい姿の3人の男性と5人の女性がびっくりしてこちらを向いておる光景がとてもはっきりと感じておりまして、引き伸ばしてみるまでもありませんでしたので、こんなことならば、あんなに骨を折って、帽子だの、花かんざしだのを後日の証拠に奪い取るような冒険をしなくともよかったのにと、一人でおかしくなってしまいました。そうして、その晩から明くる日の正午近くまで、私は大満足のうちに骨を休めました。今日のお昼過ぎに起き上がりました私は、すぐに全速力でこの手紙を書き始めました。こんなに長い手紙を3通も書いておりますうちには、真夜中になるか、もしかすると夜が明けてしまうかもしれませんが、それでも私は構いません。夜の明けないうちに、昨夜の写真を焼き付けて3、4枚ずつ手紙の中に入れられるようにしておきます。私はこの手紙を3通とも別々の宛名の封筒に入れて、お頼みした通りの順序に出してくださるように書き添えたものを同封にして、明26日の晩、町中が寝静まっている時刻に、愛子さんのお宅の郵便受け箱に入れておきます。それからずっと以前に、学校の科学教室から盗んでおきました、バツバツと脱脂綿と、昨日買っておきました三角と三角とを持って、あの母校の思い出のあばら屋に忍び込みます。あそこに積んである藁と竹と紙ずくめの運動会用具を積み重ねて三角を振りかけます。それから裸ろうそくを三角に濡れた畳の上に直に置いて、20分もしたらそこいら中が火の海になるようにしておきます。それからバツバツをたっぷりと浸した綿で顔を覆って、積み重ねた燃料の下に潜り込むつもりです。私は揮発油を嗅いでも、すぐにフラフラになる性分ですから、バツバツをたくさんに嗅いだら、まだ火事にならないうちに麻酔しすぎて、本当に死んでしまうかもしれません。モリス校長先生、私はこうして、
あなたから女にしていただいたご恩をお返しいたします。それと一緒に、私の愛する心からの愛人、殿宮愛子さんに、本当の意味の親孝行をさせてあげたいのです。私はこうして、すべてを清算しなければ、元の虚無に帰ることができないのです。どうぞ、火星の女の置き土産、黒焦げ少女の死体をお受け取りください。私の肉体は永久にあなたのものですから。ペ